お弁当用のチャーシューを作っていきます。まずはまな板の上にラップを敷いてお肉を置きます。さらに上からラップをかぶせたら綿棒で叩いて肉を伸ばします。叩くことで成形しやすくなり、また肉が柔らかくなります。十分肉を伸ばしたらラップを剥がし、お塩を軽く振ります。このお塩は味をつけるためではなく、肉をくっつきやすくするためですので、少し振るだけで良いですよ。軽く叩いてお塩をなじませます。なじませたらタコ糸で縛ります。適当な長さで切ったら肉を縛っていきます。形が悪かったのでカットします。丸めやすい形に折って端から丸めていきます。厚みがあるので薄く広げていきます。同様にお塩を振って巻いていきます。肉の下にタコ糸を通して結びます。親指で糸を押さえながらぐるりと一周糸を巻きます。縦糸の下に持っている糸を通します。こんな感じです。2、3回同じことをします。下まで縛れたらひっくり返して裏側も縛っていきます。裏面も縛れたら縛り始めの糸と終わりの糸を結びます。肩結びしたら完了です。もう片方も縛ってあげましょうね。肉を縛り終えたら表面を焼きます。フライパンに油を引き、肉を焼きます。表面に焼き目がつく程度で大丈夫です。次は下茹でをしていきます。たっぷり水を入れたら1時間ほど弱火で煮込みます。肉を引き上げます。残った汁は中華風スープや豚汁にすると美味しいですよ。無理に使う必要はないので捨ててしまっても良いです。あれ
もこれもとすると疲れてしまうので、清く捨てるのも良い選択です。煮汁を作りましょう。材料はネギ頭1本分。泥が詰まっていることがあるので、洗ってから入れてください。生姜3かけほど。生姜は使う分だけ皮を剥いて使うと傷みにくいです。ニンニク1かけ。根を落としたらそのまま入れます。お野菜は以上です。次は調味料です。本だしを少々。次にお醤油。今回はレードル1杯分入れます。次はお酒。レードル半分くらい入れます。最後にお砂糖。こちらもレードル半分くらい入れます。皆さん作る量や鍋のサイズが違うと思いますので、調味料の量は2対1対1で覚えてください。火をつけて弱火で煮込みます。だいたい1時間ぐらいです。煮込めました。フリーザーパックに肉とタレを入れます。できるだけ空気を抜きましょうね。冷蔵庫に30分ほどしまっておきます。冷やしたものがこちらです。きれいに色がついてますね。タコ糸を外していきます。切っていきます。今回はお弁当用なので、やや大ぶりに切ろうと思います。切れました。なかなか美味しそうにできましたね。試しに盛り付けてみましょう。そのままおつまみにするならこんな感じでどうでしょうか。今回はお弁当用なので冷凍します。バットにクッキングシートを敷いて、くっつかないように間隔を空けて並べます。霜がつかないようにラップをしたら冷凍します。しっかり固まったらタッパーに移し替えて冷凍します。こうすれば1個ずつ取り出すことができるので、朝非常に楽ですよ。お弁当の副菜にいかがでしょうか。